こんにちは、ココイングスロムです。これはスウェーデン・ストックホルム在住の私がサステイナブルな歩行ライフを現地ならではの視点からシェアするチャンネルです。今日は今年になって引っ越した築100年の我が家アパートの紹介をしたいと思います。アパートルームツアーです。今回はキッチンとリビング編ということで冷蔵庫の中までお見せしてしまいます。では行ってみましょう。スタート。ここがキッチンになります。前に住んでた方が料理番組に出るほどの腕前だったようで、キッチンを改造してお菓子作りがしやすいようなサイズになっています。私自身はそんなにお菓子作りはしないんですけど、普通ぐらいです。ちょっと持て余すぐらい大きなキッチンです。入ってすぐ右側にあるのが古い形の戸棚です。私たちはお酒が大好きなので、こんな感じでいろんなお酒が置いてあります。そして内蔵されているのがどでかい冷蔵庫。うちは2人暮らしなのでと猫1匹だからこんなにいらないんですけど、内蔵になっています。それはすごく便利。電化製品が見えないのはいいですよね。で、あんまりお見せできるものっていうのもないんですけど、私の大好きな、オートリーですねが入ってたりとか、日本酒があったり、父に送ってもらった梅干しがあったりします。で、はい、危ないっていうかね、閉めて。恥ずかしいなこれ本当にで、私はワインよりビールが好きなのでビールを入れてます。これはチェコのビール、これはスウェーデンのビールですね。最近知ったんですけど、箱ワインなんですけど、そっちの方がリサイクルにいいそうで、ちょっと待って、これあんまり冷蔵庫開けてると環境にだから出します。日本でもおそらくあると思うんですけど、ここをピッて押すとビビビって下から出てきて飲めるんですね。で、なんで箱ワインがいいかっていうと、スウェーデンのリサイクル率ってすごくいいんですけど、でも瓶だとエネルギーがいる。例えばガラス工房とかに行ったことがある方はイメージしやすいかと思いますが、瓶だと溶かすにもまた新しい瓶を作るにもものすごいエネルギーがいるんですね。それに加えて場所を取るんですね。例えばリサイクルして空になったものはきれいにこう四角の箱に入ってるわけではなくって、ガチャガチャガチャってなってるので、すごく容量が積みづらいのと、それからあとは重いっていうのでリサイクルする上でエネルギーが必要なんです。でもこの箱の場合は潰せるので、そして軽いっていうので場所も取らずにリサイクルしやすいらしいんです。なので最近は箱のワインを買うようにしています。それからスウェーデンの人って結構キャビアっていう魚の卵、タラとかいろんな魚の卵を食べるんですね。それをベジタリアン用に本当の魚の卵じゃないものがあるので買ってみました。ここにヴィーガンだよって書いてあります。それからスウェーデンといえばこのたらこチューブですね。このアングラマルクっていうのがコープがやっているブランドで、サステイナブルな作り方だったり配達の仕方だったりを目指しているブランドです。この MSC っていうのは絶滅危惧種じゃないよっていうサティフィケートですね。これ美味しい。お土産にもいいと思います。で、私が大好きなオートリーの中でもこのクリームチーズだったりパンとかクラッカーとかに乗せられるようなクリーム系も出ています。可愛いですね、パッケージがね。え、さきちゃん可愛いですね、パッケージが。で、このオートリーなんですけど、オートリーに関してはもう大好きすぎて一つエピソードをやろうと思っていますが、麦でできたオーツミルクです。ちなみにキッコーマンの醤油はどこでも買えます。あと今日見つけたんですけど、プラスチックじゃなくて紙になってるトマトを見つけました。
ちなみに下は冷凍庫になっています。で、冷凍庫には夫の実家もしくはサマーハウスでできたベリーを冷凍しています。これを朝ごはんとか、デザートとかに使います。ブルーベリーもあるんですが、それは全部パイにしてしまいました。へい、来たの？テーブル乗ってんの、セプちゃん。続きまして、このタイルはちょっと自分で塗ったのでボロボロですが、最初もともと引っ越してきた時タイルが水色だったんですね。で、私は白にしたかったので、タイル用のインクペンキがあって、それを、塗りました。油とかもいちいち可愛いです。こっちに来てこのピーラーの形が違うことに驚きました。これはこういう風に普通に剥くだけなんですけど、ちっちゃくて便利です。これは IKEA の家具ですが、電子レンジがビルトインになっています。さっきのたらこペーストと同じコープのブランドでこれを使っています。で、これは乾くとパリパリになるんですけど、濡らすとしなしなになる布巾です。とっても便利です。菌が気になるようであれば100度ぐらいの沸騰したお湯で煮てもいいし、とても便利です。可愛い柄のも売ってるのでお土産にもいいかもしれませんね、セプちゃん。で、これカーテンなんですけど、自分で縫ったというか、ちょっとくっつくテープをピピって貼って簡単に作りました。なぜかというと、この椅子の柄と同じにしたかったからです。テーブルはノルウェーだったここのデザインのものを中古というかセカンドハンドアンティークショップで買いました。で、自分で座るところの布を買いました。引っ越してきて半年ぐらいは経つんですけど、未だにデスク、仕事机かまだ買ってないので、在宅の時とか動画編集はここでやってます。ちょっと腰が痛いのでちゃんと買わなきゃなと思いつつ、これもアンティークショップというかセカンドハンドショップで惚れ込んで買ったんですけど、長さの調節ができるランプです。高いところにあるのがおじいさんからもらった船です。ちょっと汚いからあんまり開けないですけど、ゴミ箱はシンクの下に入っているのがスウェーデンのスタンダードです。食洗機もここに入ってます。オーブンもさっきお話ししたようにビルトインになっています。朝日が入るのでここに植物を置いていますね、セプちゃん。この前日本に行った時に買った炊飯器、自分で炊飯器を抱えて帰ってくる空港にいる時、アジア人だなと思いました。象印さんの買ったんですけど、海外対応のおしゃれなものが全くなかったですので、電気会社の方、アジア人向けに作るといいと思います。ここが、うわー、こんなの見せていいのかな私の宝物たち。お出汁、これは美味しい紅茶です。この紅茶美味しいよと友達に勧められてからずっと買っています。スーパーで買えるのでお土産にもいいと思います。あとはラーメンとか麺が大好きなので、必ず辛ラーメンとかこっちで買えるお蕎麦あります。私はコーヒーが大好きなので毎朝これで吸っています。いるっていうの、砕くっていうの、ミルするしています。最近これ買ったんですけどまだトライしてません。で、これはお知り合いに勧めてもらったドライオレンジです。これをプレゼントとかにくっつけたりとかする予定です。で、ここが開けると朝ごはんコーナーです。あそこに載っているあれは紅茶入れるものなんですけど、恐竜博物館あるじゃないですか。あそこに行って買いました。これはタイにこの前行った時にカップとソーサーを買いました。ここはセプさんのご飯のコーナーです。カリカリ全部食べたね。
ちょっと床もキシキシ言うぐらいなんですけど、このアパートは1920年代ぐらいに作られたアパートなんですけど、スウェーデンの古いアパートには結構こういう暖炉がついているものがあって、アパートを探している時暖炉があることっていうのが一つの条件でした。私たちのこれ使えるんですけど、中にセプさんがこう入ってしまうので、ほら開けた瞬間に来る人、入ってしまってすすだらけになるので、柵をまだ買っていなくて、システムブローゲットっていう酒屋さんでもらってきたビールグラスの説明のポスターを可愛いから置いてます。これは夫の家族からもらったものですが、日本の嫁入り道具のような感じで、スウェーデンでもこういう箱に物だったりとかを入れて結婚する時に持っていくそうなんですが、夫も一つ、姉2人も一つずつもらった宝箱になっていて、私たちはこの中にボードゲームを入れています。ボードゲームが大好きです。特にカルカソンとかチケットトゥーライドとかセトラッシュとかが大好きです。IKEA で買ったソファーとアンティークショップで買ったテーブルです。今は6月なので暖かいですけど、冬になるとこの暖房器具が活躍します。オイルではなくお湯が回っていて、もう部屋中家中ポカポカになります。それからポスター、この真ん中のポスターはスウェーデン語の、3つのアルファベットが追加されたバージョンです。サイドのポスターはちょっとトロピカルなフルーツになっています。どうですか、住み心地は。前は本当にちっちゃなアパートに何年も2人で住んでいて、そろそろちょっと大きいところに引っ越したいねということで、しばらく頑張って探して引っ越したアパートになります。セフさんも走り回れるくらいのところだね。よかったかな。はい、いかがでしたでしょうか。このアパートは夫と共同で購入しました。30代最初の大きな買い物がアパートマンションを買うっていうことになるとはっていう感じなんですけど、っていうのもストックホルム市内で借りられるアパートには数に限りがあって少ないんですね。なので希望条件通りの場所に住むためには借りるではなくて買うっていう選択肢になるんですね。それからお金のことですけれども、基本スウェーデンは共働きがスタンダードというか多いので、家のローンもそれから生活費全般も、夫と私2人で分けて、お財布自体も別々です。男女平等を大切にする、スウェーデンなんですけれども、でも未だに男性の方が平均収入が多いっていう現実があるので、我が家でも夫と私の収入の割合で家のローンも組みました。はい、今日はキッチンとリビングの紹介をしました。まだ実は他の部屋はリノベーション中なので、もしそれが終わったらどこかの機会でまた動画にしたいなっていうふうに思っています。ストックホルムのおうち事情だったりとか、今日紹介した商品とか食材とか、もし興味があればぜひコメントください。ではまた、ヘイドー。